感じかな。さあこれで映っているでしょうか。このね体勢でちょっとね iPhone 使ってのライブ配信というのは初めてのことなので、映ってますかね。自分でも映像を確認できました。声も入ってるのかな。ちょっと入っちゃうかもしれないけど、大丈夫だ。音声もちゃんと入ってますね。というわけで皆さんこんばんは。トクタビ TV の徳富です。最近は毎週の火曜日と金曜日に自宅からライブ配信お届けしていました。で今日は10月1日火曜日ですよね。でライブ配信の日なのですけれども、実はここ自宅じゃないんですね。もうタイトルにもありましたけれども、タイに来ちゃいました。もう勢いで来ちゃいました。実はね、いつだったかな、土曜日の夜に、先週の土曜日の夜に行くと決めて、日曜日の朝に飛行機のチケットを取って、さらに、ホテル1泊目と2泊目を予約して、月曜日の深夜に家を出て、で火曜日の深夜便、羽田空港を2時発の飛行機に乗って来ちゃいました。タイに来ちゃいました。タイに来ちゃったんですけれども、その2時発の羽田空港の飛行機というのは、最初はベトナムホーチミン行きの飛行機でした。でホーチミンに着いて、そこで飛行機乗り継いで乗り換えて、バンコクスワンナプーム国際空港にやってきています。でね、今回はその飛行機はベトジェットエア、ベトナムの航空会社ですね、 LCC ですね。で乗ってきたはいいんですけれども、割とそう僕の体との相性が良くなかったのか、体との相性が良くなかったって言い方があれなら、割と椅子が固めで、ちょっとねお尻と合わなかったのか、あんまりね眠れなかったんですよ。あんまりというか、ほとんど眠れなかったんですよ。こんばんは。なんて読むんだろう。多分ツイッターでお世話になってる方ですよね。ルートビッグバンベンディーバさん、こんばんはです。ありがとうございます。もうコメント嬉しいです。こうやってねちゃんとねやってくれるとね、すごくね励みになりますね。でね、ほとんど眠れてないんですよ。夜ね日本時間の2時に出発して、日本時間8時ぐらいにベトナムに到着しました。でそのうちのね多分2時間とか3時間ぐらいしか眠れてないんじゃないかなと思います。寝て起きてというのを繰り返してました。隣の席に座っていた人はものすごくぐっすりと眠っていて、多分飛行中全然起きなかったんじゃないかなというふうに羨ましく横から眺めていましたけれども、でもね眠れてないんですけれども、なんか外国に来てしまったテンションで今日を乗り越えることができそうです。と言いつつも、今はタイ時間で18時です。日本は20時ですよね。日本からタイはマイナス2時間なので、まだ夕方ですね。で大体僕日本にいる時はこれぐらいの時間に夜ご飯食べるんですけれども、もう食べに行っちゃいました。であとは、このライブ配信が終わったらホテルにあるプールに、1プール行ってきて、でシャワーを浴びて、サクッと寝て明日に備えようかと思っています。プールがあるといっても、今日泊まっているホテルなんですけれども、確かね4000円ちょっとぐらいという格安の値段でプールがあるというホテルになります。ただしちょっとバンコクの中心街から離れてるんですよ。クロントゥーイという地域にあるホテルになります。なんかこのクロントゥーイというのは、日本でいうタワマンみたいのがいっぱいあって、
でさらにまあ、いわゆるスラム街的なものが地域がエリアがこう広くあるところなんですね。そのような新旧入り混じったというか、なかなか普段は、日本では見られないような、そんな景色が見られる場所に宿泊しています。でさっきその、エリアの方にスラム街と言われるエリアの方に行ってきて、その中で夜ご飯を食べてきました。これがねむちゃくちゃ美味しかったんですよ。今日ちょっとねお見せする手段がわからないので、またねこれね、いつかそのうち本動画の方でまとめてお見せしますけれども、すんごく美味しいお店がその迷路のようなこう道幅が1メートルぐらいのところ、5番目の目になっているようなエリアの中にポツンと隠れた名店がありまして、むちゃくちゃ辛かったんで、辛くても汗だらだらかきながら食べてきたんですけれども、そんな中でね、で何の話だっけ、クローントゥイというような、地域に泊まっています。あとクローントゥイという、あとね多分有名なところではエカマイ BTS の駅もあるんですけれども、そこからも近くですね。でもう今日なんですけれども、そうだ、思い出した。ベトジェットエアで来たという話だ。でお尻が痛くてあんまり眠れなかったと。で割とやっぱりこう席の間隔も狭くて、8月にタイ国際航空でタイに来たんですけれども、その時はやっぱり快適でしたね。さすがタイ国際航空。そことちょっと比べてしまうのも LCC なので、あれなんですけれども、そこら辺割り引いてね、8月のタイ国際航空の半額で今回タイの方に来ることができています。5万円切ってましたね。なかなかいいお値段だったのではないかと思いますね。お値打ち価格だったんじゃないかと思います。マリナさん、はじめまして。コメントありがとうございます。タイ旅行の YouTube を拝見しました。私も1週間前にバンコクとプーケットに行ってきました。帰ってきてご覧になりますね。羨ましいです。楽しんできてください。2週間前。本当に最近のことですね。しかもプーケット、僕プーケット実は行ったことないんですよ。タイに来たのも今回が4回目なんですけれども、もうほとんどバンコクから出てないくらいで、ちょろっと、この前8月ではクレット島か、クレット島は一応バンコクの隣の県ですよね。ちょっと県名忘れちゃいましたけれども、あとは初回の時にアユタヤと対面鉄道かに行ったくらいで、あんまりね、バンコクからは出ていません。でね、プーケットというなんかリゾート地ですよね。そういうところってまだまだ僕未経験で、ぜひ行ってみたいとは思っているのですけれども、一人で行く勇気がないので、それは家族とですかね。いつか家族旅行で行ってみたいと思います。今日も一人旅で来ています。でベトジェットエアでベトナム経由でタイの方に来まして、でその後、エカマイのエカマイ市場という、これまたローカルなところ、多分ほとんど観光客の人が行かないようなエリアだったと思います。日本人とか、あと欧米の外国の方、英語も聞こえてこなかったので、本当にローカルな人たち、町の人々が集まるような市場だったと思います。そこでね、麺をポークヌードルというふうにメニュー表には書いてあったものです。なんか麺の種類もいろいろあるんですよね。僕もまだその麺の種類がどんなものがあるのかというのは全然把握していなくて、なんだっけ、センベック、卵麺、などなどで、なんだかわからないけれどもこれって言って4つの中から1つ選んで、食べてきました。
で夜ご飯はクロントゥイですね。リオさん、クロントゥイは市場が有名ですよね。昼間ならスラムを歩いても大丈夫ですけれど勇気がいりますね。クロントゥイ市場というのもものすごくなんかローカルな市場があるんだそうですね。僕はまだ行ったことはないのですけれども、本当に生鮮食料、肉とか魚とかがいっぱいあるような地元の人たち、そして地元のプロの料理人などが集まるような、市場だそうです。そこもここのホテルから多分近いと思います。で、昼間そうなんですよ。夜に暗くなってから行ったら、何かあることはないとは思うのですけれども、ちょっと怖いないなというふうに思って、明るいうちに日が沈む前に夜ご飯食べに行っちゃいました。結構ドキドキでした。でそこのお店ちょっと迷っちゃったんですね。本当は1個曲がるべきところを曲がらないでまっすぐ行っちゃって、でなんかそのスラム街の中の住人の人、多分10代の女性だと思うのですけれども、なんか声かけてきて、もちろんタイ語で声かけて来られたんですね。でも何言ってるかやっぱ分からないんですよ。で何を言っているのか、なんかもしかしたらこんなとこに何で来てるんだとかそういうようなことで怒られているのかなというようにも思いつつ、とりあえず、スマホを見せてここに行きたいんだと、このお店に行きたいっていうふうに指差しでやったら、その子が、こっち来いと、ついてこいみたいな、仕草で先導していってくれて、その目的のお店に行くことができました。なんかね、怒ってるように最初は見えたんですけれども、実は全然違いました。困ってる人を助けようというふうに近づいてきてくれた子でした。なんかね、やっぱ他の人の旅の話とか聞いてみると、タイの人優しいというようなことをよく聞きますけれども、やっぱりそうですね。僕もあんまり旅の最中に旅先で人々との触れ合いというのをやらないんですけれども、ほとんど人と会話することがないので、今日はそのクロントゥーイの中で道案内してもらったのと、あとね、もう一個ね、ホテルの近くにドリンクスタンドがあって、東京東京ティーカフェだっていう店名のドリンクスタンドがあって、で、そこのお店の人と東京今日さっき僕東京から来たんですよみたいなことを言って、でお店の人もなんか東京が好き、それで東京という名前を付けたというようなことも言っていました。ただですね、そのお店がね Google マップに出てこなくて、店舗はちゃんとしっかりあるところなんですけれども、でその時は Google マップに後から見ればいいやと思ってたのに、後からホテルに着いて Google マップで調べたら出てこないと。でもお店の外の看板に Facebook と Instagram の QR コードがあったので、明日ちょっともう一度そこに行ってお店の情報を仕入れてこようと思っています。そこの方とお話をしたのと、あとそうだ、飛行機の中だ、隣に座っていた人たちがなんかYouTube やってる人なんですかみたいなことを言ってきて、でそこでちょっと会話を交わして、でチャンネルこういうチャンネルですって見せたら、なんか登録してくれたりして、すごくありがたかったです。嬉しかったです。疲れ草さん、私はそもそも一人で海外に行く勇気がありません。これね、難しいですよね。僕も一人で海外に行けるようになったのは、僕の海外歴をちょっと振り返ってみると、まず一番最初に学生時代の、いわゆる卒業旅行的なもので、ヨーロッパの方、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、ドイツ、4カ国を
周遊すると、北から南の方にこう下っていくというツアーがあって、今から25年前ぐらいのことだと思うのですけれども、そう金額を覚えているんですよ。10万円だったんですよ。10万円で4カ国も回れると。多分6泊8日かな。それぐらいのツアーで、すごいお得に初めての海外ヨーロッパに行ってきました。それが1回目で、2回目は台湾。これは友達、僕含めて3人で行ってきました。でその他の友達の方が主導してくれたので、僕はほとんど何も考えずついていっていましたね。で3回目がどこだ。3回目ドイツだ。もう1回ドイツに行きました。今度ドイツ単独、これは家族で4回目がチェコだ。でこのチェコはブロガーツアーといって、ブロガーの人たちを集めてチェコに招待してくれたというようなやつでした。これも集団ですね。で5回目の海外、ここで初めて一人旅、海外一人、上海に行ってきました。上海2泊3日ですね。上海は、これももちろん案件だったんですけれども、このブロガーの時の海外、日本語と中国語、日本語でこう話しかけると中国語に翻訳してくれるというデバイスが当時あって、何年か前に、今その会社多分なくなっちゃったと思うんですけれどもね、その使用レポートをブログでするという企画で、連れて行ってもらったものです。一人でその時初めて上海にドキドキしながら行きましたね。すごくやっぱり怖かったです。今のようにこう住宅街の中とか、そういうところにずんずか入ることができるようなことはなかったですね。でその後にタイだね。ここでようやく初めてとタイが来ます。これはこれまでのライブでお話ししてきたファームトリップと言われるもので、旅行会社関係者とか、ブロガー、インスタグラマー、YouTuber などなどのいわゆるインフルエンサー的な人を集めて、連れて行ってもらうというツアー、これは無償招待してもらったものですね。でその次にタイ一人旅で、さらにその次にこの前の8月のタイ一人旅で、さらにその次がまさに今現在タイ一人旅、タイ一人旅が3回連続続いています。で一人旅が続いていくうちに、そして、タイにもやっぱりどんどん慣れてきていまして、割と何も考えずに、タイの人はそんなに悪い人はいないということが、だんだんと肌感覚として、分かってきていますので、こちらからなんか変なことしなければ、無茶なことしなければ全然大丈夫だと。今日みたいなね、ちょっと一瞬怖いかなというふうに思えるような地域であっても、ちょっとねこそこそというふうに言えば大丈夫かなというふうにも思っています。ディーバさん、今回はバンコクだけですか？チェンライもおすすめです。でも雨季でチェンライは家屋浸水等ひどかったらしいので、雨季は行き先を考えなきゃですね。実は1泊目2泊目はこのクロントゥイなんですよ。でそれ以降の宿泊場所はまだ決めてないです。どこに行くかも決めてないです。でもうちょっと先までタイに滞在するんですけれども、そんな10日とか20日とかそんなに長くはいないです。前の8月旅よりも短い泊数ではありますけれども、もうちょっと滞在はできます。で3日目以降の予定がゼロです。何にも決めてません。でちょっと遠くに行ってもいいかなとも思ってます。列車旅で
僕鉄オタなので、鉄道が大好きなので、乗るのも撮るのも好きなんですよ。で、日本ではもうほとんど楽しむことができなくなった客車列車の旅、電車じゃなくて客車、あんまりちょっと細かい鉄オタ話するとあれなんですけど、機関車で、ディーゼル機関車で引っ張るという列車ですね。今そのタイプの列車は日本ではあんまりないんじゃないかなと。観光列車であるくらいじゃないかなと思います。日常的には走ってないですね。ブルートレイン、寝台特急が走っていた時、あれが客車列車です。電気機関車とか電気機関車にその寝台列車が引っ張られて進んでいくと。そういう列車がタイの方ではまだ日常的に走っているので、そういうのに乗って遠くまで行ってみたいなという気持ちもあります。後で多分今日か明日の夜とかタイ国鉄のサイトを見て予約できるかどうかチェックしてみようかなと。でもね、バンコク内でローカル食堂巡りというのもすごく個人的に楽しいので、それでもいいかなというような気もしています。あんまりね、今回の旅も観光地しているところは行かないかもしれません。行くかな。市場だ。ナイトマーケットには行こうかなと思っています。あまりね、僕ね、買い物は日本にいてもしないんですけれども、タイに来てもやっぱりしなくて、特に物欲がないので、お土産品みたいなものを買うことないので、そういう市場に行っても食べる、あとドリンク、これが目的になりますね。あとは人間観察か。そうで、僕はお酒を飲まないんですよ。飲めなくもないんですけれども、特に好きじゃないので、飲む必要はないかなというふうに思っているので、お酒を飲みに行くことがないです。お店に行ってもお酒を注文することはないです。そういった意味であんまりね夜外出するということがないので、基本昼間動いて夜はホテルで日本から持ってきてる仕事をちょこちょこってやったり、昼間撮影した映像をチェックしたり、 SNS 投稿したりなどというようなことをやっていく予定です。で、明日の予定は、実は決まっています。明日は今クロントゥーイというところに泊まっているのですけれども、ここに泊まっている目的がバンコクの肺と言われているガンバジャオというエリアがあるんですね。チャオプラヤ川に囲まれている、島みたいなところ、この前言ったクレタ島みたいなイメージですかね。運河を作って、チャオプラヤ川をショートカットする運河を作って、島みたいな形になっている場所です。でそこはバンコク中心部からスケンビットの方からすごく近いんですよ。車でも20分とかぐらいで行けるんじゃないかなというような場所です。緑豊かで自然豊かな場所があるとのことなので、そこに明日行こうと思っています。でそのバンガシャオでは土日に水上マーケットなどをやっている場所もあるそうなのですが、明日は土日じゃなくて水曜日なので、そういう水上マーケットとかはやってないですけれども、日常のバンガシャオの様子というのを見に行こうと思っています。レンタサイクル借りて島の中ちょっと走ってみようかなというふうに考えています。でそのレンタカーを借りていくわけですが、明日その島の中からちょっと昼間になっちゃいますけれども、
どっかのタイミングで、誰も見る、ことないかもしれませんけれども、島の中からちょっとライブ配信もやってみようかなというふうに思います。この滞在中、タイに滞在中、毎日どっかの時間帯でライブ配信やります。一人なので、一人で来ていますので、特に時間の制約とかないので、気ままにいつやるかいつやめるかというのは自由に決められるような状態ですので、毎日やります。一応宣言しておきます。そのライブの時間帯に見れなくても、もしよかったらなんだっけ、アーカイブかで残してあるので、もうこれまでのライブも残っていると思いますので、そちらでぜひご覧になっていただければと思います。まさに今この瞬間のバンコク、タイの様子というのをお届けしようと思っています。で、今日もね、実はね、街中で街歩きながらライブ配信やろうかなとも思ったんですけれども、割とちょっと疲れが、夜あんまり寝ていないのでちょっと疲れも出ているということで、初日からね飛ばしすぎるのも後々に僕も、実は50歳なんですよ。そんな年なので無理もできないなと、まずは少しずつね、控えめに今日は行こうかなと思って、ホテルの中でライブ配信しています。で、今日はね、先ほども最初の頃にも言いましたけれども、今日の予定としましては、これからプールに行きます。いきなりプール、夜のプール、ホテルの中にプールがあるので、そちらで一泳ぎして、それから、もう寝ちゃおうかなと思います。今日のホテル、割といい感じで、ちょっと最後に見えるかな。よいしょ。これキングサイズかな。すごい広いベッドなんですよ。で、部屋もむちゃくちゃ広くて、これプールじゃないや、ベッドの上に海水パンツです。下着じゃなくて、後でプールに行こうと。で、さらによいしょ、もう夜になっちゃった。なんかバルコニーもあるんですよ、今日のホテル。すっかり夜ですね。今のこちらの時間は18時30分か。日没は18時ちょっと前ぐらいなんですかね、ここら辺は。よいしょ。こんなホテルに泊まっています。あともう一個、エストコーラ、なんかこれがタイのコーラ、というようなものだそうで、1本17バーツでした。17バーツということは70円ちょっとかな。今1バーツ 4.3 円ぐらいですかね。タイはね、ドリンクが安いので、こういうペットボトルのドリンクも、あとドリンクスタンドでのコーヒーとか、そういうのも30バーツ40バーツで買えるので、僕はもうちょこちょことドリンク休憩を取るようにしています。ディオさん、すごい広いんですよ、ここ。一人じゃもったいないくらいですね。ここも多分2人で泊まったら今日も4000円ちょっとなので、
1人2000円ちょっとぐらいの計算になりますよね。ここのホテルなかなかおすすめです。また、そのうちこのホテル紹介する動画もアップしようと思っています。そんなところで、30分、超えたところです。いつもだいたい30分を目安に、僕はライブをやっています。ということなので、今日はここら辺にしましょうかね。で、また明日、もしかしたら昼間、さらに夜、どちらかでライブ配信をしようと思います。今回もマルナさん、今回もマンゴースティッキライス食べますかとおすすめあったら知りたいです。食べます。マンゴースティッキライス食べます。むしろ明日食べます。バーンガジョウに行く目的の一つがマンゴースティッキライス。カオニャオママン。そんな美味しいお店があるというお話を聞いているので、自転車で、そこに行きます。ニボさん、バンガジョウ楽しみにします。楽しみにしていてください。といったところで、今日はここら辺にしておきましょうかね。今、日本時間は20時32分ですね。タイは18時32分です。それでは、皆さん、今日はここまでにしましょう。また明日お会いしましょう。では、さよなら。